はい、どうも糖尿ウォーカーついの住みかでございます。今日はですね、私のウォーキングにお付き合いいただこうかと思います。糖尿病を患ってまして、毎日の有酸素運動が血糖値を下げるのに効果的だということで、毎日歩いたり自転車に乗ったりしているわけですが、月に一度はね、ちょっと長い距離をちゃんと外歩こうと思ってまして、今日は御堂筋の端から端までを歩きます。その映像にお付き合いください。御堂筋という道はですね、大阪市内にある、大阪の主要な道路ですね。はい。一番北は、梅田大阪駅の近くですねから、難波の、難波駅西口っていう交差点までつながっております。はい、約4キロの工程になります。で、画面に今見えてきたのが、北端北の端ですね。御堂筋の北の端の阪急前という交差点です。今映ってると思います。はい。阪急グランドビルの東側の交差点が阪急前という交差点になってまして、で阪急グランドビルの西側、こちらがですね、阪神梅田駅と JR 大阪駅があるんですけど、そちらの交差点が阪神前という交差点です。でこの2つの交差点がつながってまして、そこを北端にして御堂筋線が始まるというね、非常にちょっと複雑な交差点なんですよ。免許取り立ての人はですね、ちょっとうまいこと行きたい方向へ行けないというね、あれ向こう行きたいんだけどここでいいの、レーン違ったみたいなね、そんな交差点でございます。はい。で今私が歩いているのが、阪神百貨店の2階の屋外通路ですね。このまままっすぐ行くと、歩道橋で JR 大阪駅で阪急グランドビルにつながってまして、でそこが今日のスタート地点になります。ですのでね、この後またここ通ります。はい。見えてきましたね。ここが阪急前、阪神前っていう交差点です。今映ってるのは阪神前になります。そして見えてまいりましたのはユンボです。ユンボを通り過ぎまして、はい、ここがですね、梅田の歩道橋でございます。はい、というわけで来ました。阪神交差点の上ですね。映るかな？あそこに多分書いてるんですよ。阪神前っていう交差点です。すいません。言い間違えました。ここが大阪梅田の一等地でございます。阪神前。いや、来ちゃいましたね。チャンネルを立ち上げてもう1年なんですけど、はい、阪神梅田駅でございます。はい。御堂筋を歩こうというふうに思い立って随分経ちました。はい。いろいろね、撮ってみたんです。いろんな形でスライドショーとか、過去動画上げてますけども、やっぱり歩かないといかんやろうと思いまして。糖尿ウォーカーって名前ですからね。よし、行きましょう。じゃあここから約4キロ、本当にほぼノーカットで歩くだけでございます。その間ずっと御堂筋を映し続けるだけでございます。できるのかなというね、今一抹の不安が。動画を撮ってるとやっぱり映しちゃいけないものが映ったりするわけですね。
横断歩道の信号無視をする歩行者とか、はい、ちょっと危ない乗り方をしている自転車とか、あと普通に歩行者の方がねバッチリ映っちゃってもまずいんで、どうしようかなと、モザイク入れようかな、どうしようかなと今思ってるんですが、モザイクがねあんまりね、いやモザイク入れるのが一番いいんですけど、じゃあモザイク入れられた人の気持ちを考えるとね、突然街を歩いてる本人は多分自分だって気づく可能性があるじゃないですか。自分の顔にモザイクを入れられてるってなった時に、その人は配慮してくれてるんだなって思うか、なんだよお前俺の顔にモザイク入れやがって何がいけないんだよって思うかはその人次第じゃないですか。ただそうですよね、バッチリ人の顔が分かるような、映像になっちゃまずいですからね。なんかフィルターの加工でも入れようかなとは思ってるんですけど、御堂筋と聞いてですね、まず思い浮かべるのが北と南ですね。御堂筋界隈の町がですね、北と南に分かれるんです。もう名前の通り、北といえば北の方、御堂筋の北の方っていう意味です。南って言ったら御堂筋の南の方の町っていう言い方をして、北の町、南の町っていう言い方をするんですけど、南はもう昔から、私が来た頃から難波駅周辺のことを指すんですよ。南、発音は南って言うんですけど、で北がね動くんです。今北って言ったらもうまさにこの辺り完全に北だと思うんですね。 JR 大阪駅周辺も今北って言うと思うんですけど、私が大阪に来た頃は、JR 大阪駅のさらに北側は何もなかったんですよ。何もなかったっていう言い方はおかしいな。戦後みたいな言い方になっちゃって、別に焼け野原ってわけじゃないですよ。普通に今ヌーチャヤ町があるところとか、ヨドバシカメラはなくて、キャッツドーム、劇団四季がキャッツをやってる施設がねポンって1個あるだけ。オフィスビルもありましたけど大きいのはなくて、ニュー茶屋町のあたり、茶屋町なんかは本当に長屋街でした。はい、普通に一般庶民の方が住んでるような町だったんです。はい、今やもうマンションが、オークションが建ってますね。はい、長屋なんかあの辺もうないですけどね。そんな感じだったんですよ。ですから大阪駅より北を御堂筋の北っていう言い方では呼んではいなかったんですね。北って言ったら、今歩いてるところよりもうちょっと南に曽根崎通りがあるんです。国道2号線、あの辺りのことを北って言ってたような気がします。あくまで気がするだけですけどね。大阪来て、北ってどの辺なのってこっちに住んでる友達にね、もう素朴な疑問で聞いたんですよ。でもその子も北は北新地あたりちゃうってそうもうちょっと大阪駅より南側の地域が北だったんですよね。これは御堂筋の名称の元になってるんですけど、お堂が2つあるんですよね。御堂筋沿いに、浄土真宗本願寺派の北御堂と、真宗大谷派の南御堂があったんで、どうもその辺りから北と南っていう言い方が分かれているようなんですけども、諸説ありますが、もともとはその辺り、お堂の辺りで町として開けていったところの町を指してたんじゃないかなと思うんです。はい、それ以外にもいろんな要素があるんですけど、はい、でただね、どんどん JR 大阪駅ができて、梅田っていう町が発展していくと、いつの間にやら
梅田の方へ北っていう街が動いてきたのかなと、そんな気がしますね。で、私が大阪にいた頃は、今はそうでもないらしいんですけど、北の街、つまりこの今ブロックの隣、このブロックを越えた向こう側ですね。はい、今から向かう御堂筋沿いのここがですね、梅田新道御堂筋と曽根崎通りの国道2号線の交差点になります。はい。この交差点の南西側がいわゆる北新地と呼ばれるですね、私が大阪に来た頃にはすごい値段の高い夜の街、いいお酒を飲みに大人の男たちが繰り出す街、プロ野球選手とかがよく行く街憧れの街、北新地。今でも憧れ。そうなんですよね。何回か先輩や上司に、何回もじゃないな、2回3回ですね、本当に先輩や上司に連れてこられたんですけど、ちなみにですね、横断歩道が御堂筋沿いになかったんで、ちょっと迂回しました。迂回してまいりました。はい、ここが御堂筋に戻ってまいりました。ここからまた御堂筋を移して歩いていきますよ。残念ながらね、こういう工事中のところもちゃんと撮っていきます。で、今まさに画面の後ろ側が、表通りは普通にビルが並んでるんですけど、こう一本道を入ったらもう雑居ビルがいっぱいで、どのビルも飲み屋さんの看板がいっぱい並んでるんですけど、すいません、今ちょっと対向してくる歩行者さんの顔が映らないように、カメラを変な方向に動かしました。こうやってね、こういう技を繰り出して撮っていきますよ。人の顔が映らないようにするには。はい、でこの画面の後ろ側にですね、はい、雑居ビルがあって、そこに高そうな飲み屋さんの看板がいっぱい立ってるんですけど、人が多くてですね、ちょっと撮れない朝帰りなんですね。もうお客さんもお金持ってるから終電とか気にしない人ばっかなんでしょうね。従業員さんが今から帰るみたいな雰囲気で、その声が入っちゃってるんでね、ちょっとつまみますけど、誰々ちゃんお疲れとか喋ってるんですよ。で、ちゃんと学校行けよとかって声が聞こえてきてねそうなんですよ。ラウンジレディの皆さん、学生さんも多いんですよね。いやだって遊ぶ金じゃないですからね、今。皆さんあれでしょ、学費でしょ。学費を稼ぐんで夜ラウンジレディやってんでしょ。いや、それを言ったら昔もそうか、私が学生の頃もいましたね。いました。だからその同級生は高級ラウンジレディをやってるわけですよね。でもう話は聞くわけですよ。どんなところで働いてんのとかって言って話は聞くんですけど、そんなとこおいそれと友達が働いてるからといって飲みに行けないなっていう金額なわけですよそうそう、安くしとくからとか言われたって怖くていけねえみたいなそうでね、そのまま私たちは氷河期世代だったので、大人になっても行くこともないままいやでも今の子も今も昔もか、そうやって自分のね学費を稼いでいる子たちがいるんですよね。いや、若い頃は確かにね、いつかああいうそういうお店ね行けるような金持ちにとかもう思いましたけどね、今や糖尿病ですからねちなみに言うと、今は昔ほどもうなんて言ったら
かな。そんな高いお店ばっかりでもないらしいです、北新地も。はい。プロ野球選手が飲みに行く店とか、そんなお店ばっかりじゃないみたいですね。まあ高いとこは高いんでしょうけどね。だから行くときはちゃんと調べてから行ってください。はい、見えてまいりました。大江橋でございます。今、って言ったのは、通行人の方の顔がね、映っちゃってどうしようかな、本当に。なんか、うまいこと、ちゃんと映らないようにはしますけど、はい。大江橋でございます。ここは、以前、中之島をぐるっと一周回るみたいな動画を作った時に、はい。一度来ましたね。あれももう1年ぐらい前ですか。まあ、そんな感じでね、とにかく糖尿ウォーカーって名前ですから、歩いてる映像を、できたら私の住んでる大阪の映像を今後も撮り続けていきたいな。その第一弾として、御堂筋というわけでございます。そして、ここが中之島の中、日本銀行大阪支店の前をカメラを持った糖尿病患者が歩いていますよ。